パくんです。2025年日韓の夫婦の国際結婚数は史上最高値らしいです。テレビとか YouTube でもありふれてる状態までなってるんですが、ここにいらっしゃるアキさんは元日韓夫婦で、今は離婚されている状態です。で、なぜ離婚することになったのか、どんな悩みがあったのか、取材をお願いすることになりました。それではアキさん、よろしくお願いします。お願いします。とりあえずお茶飲んでからしますね。はい。まず一つ目の質問がですね、もともとはどうやって出会って結婚することになったのか、経緯を教えてください。最初は、マッチングアプリみたいなのが過去にネットのサイトを通じてあったんですよ。そこで、LINE の ID を交換したり、私がその時に18、9だった同じくらいの年代の人とやっぱ、特に日本っていう絞ってるわけではないんですけど、韓国語が上手い外国人がやっぱ興味があって、どうやって勉強したのかとか、あと、自分もなんか外国語、日本語だけじゃなく、いろんな外国語を喋りたいなっていう背景もあって、なんかいろんな人と繋がってる中の一人だったんですよね。で、韓国遊びに旅行で来るってなった時に、たまたま家近かったんで、仲良くなって、それがきっかけですね。じゃあ、韓国に遊びに来るうちに仲良くなって、はい、で、それで交際を始めたっていう。もう流れ、成り行きみたいな感じで付き合ってるんだ。じゃあ、今度日本行った時よろしくね。観光手伝ってね。っていう約束をして、で、今度、韓国から日本行った時に、家がない。私家がないじゃないですか。ホテル高いんで、家泊まりでいいよ、みたいなこと言ってたら、実家だったんですよ。実家に呼ばれてて、しかもお母さんとかお父さん知らないんですよ。私が来るってことを。はい、ドア開けたら、日本語喋れない韓国人が来るってことを知らない。しかもお父さんと仲が悪い状態で、うわ、どうしようと思って。でももう飛行機はもう20日後なんですよ。ホテル代かからないだけで、じゃあ長めで行ってこよう。突発的なものではあったんですけど、温かくっていうか、ちゃんと受け入れてくれてて、で、韓国に戻りますねってなった時に、一緒についてきたんですよね。両親が。その人が。家どうすんのみたいな。当時まだ受験生だったんですよ。スヌンの勉強してた、スヌンが終わって、その1月とかでもう結果発表出た後なのか、そういう息抜きで行ってきたら、あれ来たなと思って、部屋どうしよう。うちには入れられないんだけど。じゃあ就職するか。っていうので、就職して、1年間韓国に住んでるうちに、一緒に住むじゃないですか。同棲始めました。じゃあ結婚するもんだと思ってたんで、成り行きで。かなり特殊ですよね。特殊ですね。じゃあもう韓国にいる頃、結婚かなって。最初は日本語ちゃんと喋れるようになってから行く予定だったんですけど、もういいんじゃないみたいな。多分、考え方がおかしいんでしょうね。とりあえず、いいや、みたいな感じで、パッやってた時期だったんで、結婚も付き合って半年で、周りからの目線っていうか、反応的には子供できたんじゃないかみたいなのもあったんですけど、子供はできてない。もう、そんなもんかなっていう。早めに結婚するっていうことに対して憧れはあったんですよね。そういうのもあって、じゃあ結婚するんだ。じゃあ、ビザもらえるか。じゃあ日本で仕事してみようってなったのがきっかけです。ご両親からの反対はなかったですか？めちゃめちゃありました。同意もらってないです。20歳になって自分の印鑑持ってれば区役所行って結婚の届け出してみたいな感じでした。結婚した後の生活は結婚する前に想像してたものと同じでしたか？全然違います。理想通りはいかないのは分かってたんですけど、結婚することって何のためだったのかって、後から考えてみたときには、お互いの成長が大事だと思ってて、で、人ってずっと一人でやっていくと崩れるタイミングとかってあると思うんですよ。それを支えられなかった自分もいましたし、支えてももらえなかった想像通りにはいかなかったんですよね。どこの国もどこのカップルもあると思うんですけど、育児して、こっちは仕事して、絶対どっちも大変なんですよ。毎日知らない人と会って。特に日本っていうおもてなしとかもちゃんとやんなきゃいけないし。家にいる側って精神的に来るものだと思うんですよね。毎日同じことみたいな。そこに関してはお互いが支えられなかった部分があったんで、ちょっとうまくはいかなかったんじゃないのかなっていう。やはりそういうものは結婚する前には知ることが難しかった。もしくは自分の結婚が早すぎただけだったっていうと。最初はやっぱ19歳だったんで、早かったっていうのが大きく
なっちゃうのかなと思うんですけど、自分とかいろんなことやりたいんですよ。経験積みたいし、貯金するんだったら投資して、もう何か一つ当たればいいやみたいな感じだったりとか、まあ家庭向けっていうか安定する家庭を支える側ではないんですよね。ビジネスの話したりとか、まあそういう活動いっぱいやりたいんですけど、やっぱそうすると時間的に家族との時間をうまく使えないっていうのもあるし、寝てる間に出て戻ってきて夜であっちが朝起きていろいろやってて、私は起きてまた出る、もうほぼ同居人みたいなレベルになっちゃった部分あるんで、早かったっていうのと社会人の活動をしながらどんどん変わっていく性格って絶対あると思うんで、トラブルが大きかったかな。日本人女性だからという誤解をした部分はありましたか？例えば、最近日韓カップルとかが多くて、韓国人男性は優しくてみたいなあるじゃないですか。いますね。韓国の男性はレディーファーストとかなんかそういうイメージってありますよね。靴紐結んでくれるみたいな。うん。でもそれって偏見だけではないと思うんですよ。きっと多数を見てできてるものであるんで、偏見だとは思ってないし、別にお互いいいところをこう、ステレオタイプにはならないんですかね。いいところをこう取り上げてるんで。ただ、そこを想像して結婚すると当たり前のことなんですけど、人によって違うんで、それが日韓カップルに関しては強いんじゃないかなと思うんですよね、お互いが。ファンタジーをお互いが持ってしまっちゃってるんで、なぜ日韓だけそこまでファンタジーをお互い持ってるのかは私もわかんないんですけど、そういう部分もあるけど、そうじゃない部分を見てからじゃないとやっぱり結婚生活して、もうお互い違う話してるみたいな時もいっぱいありましたし、全然8割9割僕は悪いんですけど、まあ、韓国人は優しい男性でレディーファーストで清潔感があってみたいな。僕20年住んで1年に何回か行ってる自分からしたら確かにそうです。韓国人男性はそういうイメージあります。ただ蓋開けた時の話です。蓋開けた時にそういう人だったのかそうじゃなかったのかっていうと、韓国人なのにこういう感じなんだとか、日本人の女性なのに従順しないとか、逆になんで日本の女性なのにみたいなのを思ってしまうともう終わっちゃうのかなっていうのがありますかね。夢見すぎるとよくない。夢見すぎじゃないぐらいでいいんじゃないですか。際どいところまでだったら。まあでも多分相性は抜群だと思ってるからこそ、そういうのが多分バーンって爆発してるんだと思うんですよね。日本人の女性は優しかったとか、ちょっとしたことでも嬉しいって言ってくれるとかっていうのが韓国の直訳っていうか、そういう部分がちゃんとされてない状態で聞いちゃうと誤解、まあいい意味での誤解が後から矢先が変わってくることもあるんじゃないかなと思うんで。ちなみに、アキさんは、それ以降、日本人女性との交際はありましたか？ありますあります。今も付き合ってる人がいて、離婚してから交際するまで早かったんですけど、私もいろんな経験しながらこう思ってた自分の悪いところもちゃんと成長として、経験を成長として持っていくタイプの人になりたくて、今は、まあ新たな女性と付き合っていて、仲良くしてもらってます。別にあっちもあっちで、K-POP 韓国のとかドラマとか日本にこう入ってくるもの多いじゃないですか。そうすると普通に日本での生活、韓国にそんな興味なくても、ビッグバンだったりとか、当時でいう東方神起とか、今 BTS とか、TVer とかいっぱいいるじゃないですか。聞いちゃうんですよね。興味がなくても。そのぐらいの人って本当に多いんですよ。で、向こうも私のことを別に韓国人男性として見てないです。てか自分が最近韓国男性っていうの薄くなっちゃいました。もろもろ。もろもろ薄くなっちゃって、韓国男性として見てくれるわけではなく、私も別に日本の女性として見てるっていうわけではなく、男女のお互い支えきれる部分、支えられる部分っていうので、こう、付き合えるっていうのができるのが素敵だなと思ってるんで、今、仲良くしてもらってます。そうですよね。日本人女性とか韓国人男性ではなくて、1対1として、この人が自分と合うか合わないか、結局それにつきますよね。そうですね。入り口だけやったらいいと思います。韓国人男性かっこいいってなったり、日本人の女性可愛いし女子力高いなってなって入って、そこじゃなく、その人の良さを見つけ出すのがお互いのやるべきことなのかな。はい。ところで、に対する話は、ここまでしたいと思います。重い話題だったんですけれども、語っていただいてありがとうございます。でこの動画が、国際結婚とか、日韓カップルを考えている方々に考えさせるきっかけになるといいかなと思って、この動画を撮ることになりました。で次の動画ではですね、アキさん、実は今、日本国籍でありまして、韓国国籍から日本に帰化したパターンであります。何があって帰化したのか聞いていきたいと思います。今回の動画は以上です。パックンでした。アンニョン。